テラワタ学園英語教師の、違う。Do you believe in magic? テラワタ学園英語教師ののぴちるーぺです。ほんのびー、お久しぶりでございます。ちょっと待ってくださいね。あれあららららららら。わお。オッケー。Hello, Nopi. Do you remember how to stream? Apparently not. お久しぶりです。こんのびー。みんな久しぶり。まあ、完璧に久しぶりではないけど、のぴ一人での配信はめっちゃ久しぶりですね。ただいま、ありがとう。ちょっとこうやってずらそうか。ちょっとね、写真とか用意したからね、後でね、のぴちょっとずらしてね、やるんだけども。初見さんいらっしゃるんですか？初見さん、こんにちは。テラメタル学園英語教師ののぴちるーぺです。チャンネル登録ありがとうございます。あまみちこすらさん、メンバーシップ3ヶ月、こんのぴです。お帰りなさい。ありがとう。はい。日本から帰ってまいりました。まあみんな、ほとんど見てくれてる方はみんな日本にいる方だと思うけど、日本から帰ってきましたよ。長かったような、短かったような、あっという間でしたよ。いやー、もうすでに恋しい。日本が恋しい。みんな羨ましい。日本に住んでるみんな羨ましい。水こぼろし、お水こぼしちゃった。ほんのぴおかえりなさい。ありがとう。ランダム Z さんメンバーシップ2ヶ月。無事に帰れててよかったです。ありがとう。無事に帰りましたよ。そうね、今年は4年ぶりの日本に行きまして、12月の半ばぐらいからね。で、約、どんぐらいだろう。日にち数えてないな。どんぐらい実際に日本に行ってたんだろう。ちょっと待ってね。まあ、約20日間ちょっとですね。20日間ちょっと日本にいました。いや、寒いんだが、ちょっとさ、魔界さ、日本よりさ、完全にさ、外の気温あったかいくせにのぴの家さ、なんか、めっちゃ、なんていうの？建物がすごい、夏はいいんだよ、涼しくなるから。でもさ、冬はさ、めっちゃ寒くなるからさ、日本よりあったかいくせに家の中が超寒いの、本当になんとかしてほしい。ほんのぴおかえりなさい。ありがとうみんな。ただいまだよ。ちなみに今日もツイッチの方で配信してますので、バックグラウンド再生したい方はぜひツイッチの方で見てください。今日はね、雑談いっぱいするので、はい。断熱性がないの、そういう意味なのかな？通気性、いや、風が入ってくるとかじゃないからね。そんなボロボロなね、家に住んでるわけじゃない。確かにちょっとボロボロ寄りだけど、そんなね、風がね、めっちゃ通ってくるほどね、ボロボロじゃないから。すずめの袴さん、メンバーシップ3ヶ月。無事に帰れてよかったです。お土産話楽しみにしてました。ワクワク。ありがとう。のぴちゃん、ねっぽりしてくれてありがとうございました。いや、みんなありがとう。みんなさ、なんか、数人の方が多分ね、やり始めて、流行って、テラメタルリスナーの方の中で、多分。で、みんな、ちょうど時期がね、のぴが日本にいる時期だから、タイミング合わせてくれたんか、神って思うぐらい、みんな一斉にやってくれたから、もうのぴはもう、ギリギリまで、見つけられる限りのやつ全部見つけて、全部1枚ずつ、全員の全部はちょっとさすがにお金があれだからできなかったけど、少なくとものぴが書かれてるやつは全部数枚ずつプリントした。で、それの用のアルバムみたいなのを100均で
買って、それ用の大きさのやつをね。で、たくさんページに入ってるよ。What's up with your heater? So I don't have a I have a heater, but it's not like central heating. Like my building doesn't have a heater built in. So I have like a portable one. But my house, even though the outside temperature is like way warmer than Japan, the inside of my house is way colder. 数枚ずつプリントしたんだよ。いやなんかさ、なんか念のために、なんか1枚だけだったらその1枚がさ、なんか折り曲げられちゃったりとか、なんか水こぼしちゃったりとかしたら嫌だと思ったから、最低2枚ずつぐらいをプリントした。でね、だからさ、日本さ、今さ、あんまり現金使わないじゃん？だからほぼ現金使わなくてネットプリントってさ、あれって現金なんだよ。知ってるみんな。それ、もしかしてそれともノピがやり方間違ってただけでカードとかもできたのかな？なんか現金しかできないからさ、現金が足りないっつって小銭が足りないって。のぴちゃんのおかげか、今の英語が聞きてるようになって自分でびっくりしてる。すごいじゃん！わあ、すごい。やっぱりね、少しずつね、英語をね、聞く練習したら耳が英語耳になってきますから、皆さん。のびちゃんよくこぼすもんね。そうなんだよ。よくこぼすし、なんか曲げちゃったりするし。だからね。現金オンリーですね、ネットプリ。ね、現金オンリーだったからさ、ほぼ現金を財布に入れてなかったから、合計ね、何回行ったかな、ネットプリントしに。多分ね、4回ぐらい行ったよ。できるだけね、まとめてやりたかったんだけど、結構なんか、ブームが長かったからさ、みんなの間での。だから途中から、私もやりましたみたいなツイートが増えてきて、じゃあちょっと次、それもさ、なんだファミマかローソンかみたいな。でもファミマオンリーのネットプリントもあるから、のびが、泊まってたとこって、なんかファミマが意外となんか、すぐ見つけられるようなところになかったから、なんかファミマ歩いてる間にファミマを目にしたら行くみたいな感じでやってたから、なんかめっちゃ貯めてやってた。セブンってネプリあったのかな？なんか見る限りローソンとファミマしかなかった気がしたんだけど。まあそんなこともね、話しつつ、とりあえずですね、今日は、20日間以上日本にいたっていうので話すことがたくさんあるから、テラメタル関係、先生たちと遊んだとか、オフコラボとか、あと夏目さんちとお会いしたとか、話は詳しくは明日の配信にしようかなと思ってて、今日はね、軽く話したとしても、詳細まではね、明日に撮っておきたいなと思ったので、今日は、のび個人でのやったこととか、なんかいろいろ日本でこんなことあったよ、みたいな話は今日やりたいなと思って。テラメタル関係のものは明日、スパチャ読みと一緒に明日やりたいと思います。でも明日のスパチャ読みは、今日の、とかは、普通に今日読むけど、明日のは、クリスマス配信とコンビニ配信の時のスパチャを読みながら話してきます。はい。多分ね、分けた方がね、アーカイブ見る方もね、絶対、テラメタルの先生たちとの絡みの話を一番聞きたいっていう人いっぱいいるだろうから、そのね、それを、その需要を考えて分けます。のぴもね、よく好きな VTuber さんたちのね、オフの絡みの話を一番聞きたいっていうのがよくあるから、それを分けた方がね、アーカイブ見やすいかなと。もったいぶりましょう。まあそれもあるね。それもあるし、なぜバレたでしょ？分かってるんだよ。いやマジでね、20日間以上日本いたけど、あっという間だった。マジで、毎日、何もしなかった日というか、何もしなかった日はなかったわ。ごめん。人と
泊まってたのがおばあちゃん家と、親戚のお家、分けて泊まらせてもらったのね。半分半分で。で、その親戚のお家とかおばあちゃん家に、からあんまり出なかったっていうのが、多分1日ずつしかないんだよ。だから2日ずつ、2日トータルで2日だけ大して何もしてない日しかなくて、それ以外の日マジでなんか誰かお友達とか親戚の人と会ったりとか、どっか出かけてなんかしたりとかやってたから、マジで普段引きこもりの引きこもりののびにとっては超絶ハードな冬休みでございましたそんでさ、なんかのび日本行くときに毎回ね病気になったりとか体に異変がめっちゃ出るんだよね。だけど今回はもう絶対にいろいろねテラメタルのその配信とかも予定あったから絶対に病気なんてなってらんないぞっていうのでめっちゃなんかビタミン C 高濃度なビタミン C なんかちょっと高いんだけど今回のためだけに特別に買って毎日飲んだりしてマジでそれと気合とかで1ミリも病気にならなくてすっげーって思って自分で今でもね全然大してね何も体に異変が出てなくてあんなに疲れてあんなにいろんなところ行ったのに鼻水花粉症とかそのアレルギーみたいなのびなんだホコリのアレルギーとかなんか慣れてないお家のホコリとかが鼻に入るとめっちゃ異常に反応しちゃうんだけどそれ以外はね本当に何もなくてねもう自分を褒めてやりたい。そう健康管理できてて偉いでしょ。めっちゃだってさ年末とかなんてさ一番病気になる時期じゃん。病気になった人いる？いやー本当にねすげえ自分がすごいじゃあまあね軽くね何をしていたかという話をね話しながらね今日あんまりなんだプランせずに来ましたまあ普段とそれあんまり変わんないけど雑談配信はでもじゃあね一番思い出に残ってることを一個ずつ話していこうかなと思います。写真を見ながらねやった方がまずはね一番最初にのびが一応休みみたいなお休み期間に入ってから一発目にしたこともうみんなにとってはだいぶ前かもしれないけど VTuber 発掘ってやつ配信に出させてもらったんだよね4人で。みんな見てくれた人いるかな？あれに出たんだよね。であれはみんな気づいた人いるかわかんないけどあれのび日本にいたんだよ。あの時にはもうあの時にもう日本にいて見た？ありがとうありがとうありがとう。そうたくさんのね VTuber さんたちがね出演してる中でねテラメタル学園もね呼んでいただいてそうあれに出演してわちゃわちゃ可愛かった？そうなんだよ日本にいたんだよあの時で普段のさそのパソコンとかのマイクとかがなんだセットアップがないからなんか安いマイク日本に持ってってやったんだけどそうのぴちゃんが一番まともって言われてましたね。なんでだろうね。でもぶっちゃけ4人の中でだったら一番まともな誰だろう？のぴの中だったらもちちゃんかな。自分を省いたらもちちゃんかな電話口っぽい音でしたけどねやっぱり音質あんまり良くなかったよね。いやもうあれはしょうがねえ。スマホかあのマイクかっつってなったらスマホよりやっぱりねあれの方が良かったんだよね。こんなぴですこんなぴいるかなあれあれ一応みんな先生なんだけどな。見ました科目の授業らしいこと一番してるのび先生だ4人がまともいやえまあ
V 発掘ね、のぴもアーカイブね、まだ全部見れてないんだけど、見る時間がなくて。見たいなと思って、他の VTuber さんたちどんな方がいっぱいいたのか気になるから見たいなって思ってるんだけど、そう、あれ、なんか4人で、なんか集まって、どうする？何話す？どういう順番で話す？みたいな感じでめっちゃ緊張してたんだけど、あっという間に終わっちゃったから、なんか、なんとかなったよね。あれ実はさ、他の先生たち話してる人いるかな？実はなんか、メテオさんが主催でね、やってくれてたんだけど、いつ頃だっけな？ 10 月とか ?9 月とか10月らへんかなにね、ツイッターの方でなんか、また今年もやるので、参加したい VTuber さん、もしくは VTuber さんを、立候補じゃなくて、なんだ、推薦したいリスナーさんいればみたいなのであったんだよね。で、あれのぴが、応募フォーム送ったんだよ、一人で。なんか、まあ、送るだけ別になんか、ダメだったら大してなんもないし、送るだけ送ろうと思って一人で送ったんだよ。そしたら、メテオさんから割と早めに、4人のテラメタル学園で出演しませんかって来て、あれのぴ一人だったけど、まあみんな出た方がいいしなと思って。一人で送ったの、あれ。ちょっと抜け駆けじゃないよ、別に。グループっていうね、枠があったから、ちゃんとグループのね、枠チェックしてたけど、そんなにね、早くもね、それも全員で出演しませんかって言われて、なるほど。まあ、これ結構毎年 VTuber 業界で話題になってると思うから、出た方がいいよな、つって。で、出たんだよね。抜け駆けじゃないよ。ちゃんとね、どういう枠で出たいですかって、3つぐらい選択してくださいって書いてあって、その中でちゃんとグループでの枠を選んでたから。一人で送ってさ、なんか、なんだろう、送ってダメだったらさ、なんかみんなに言う必要ないかなと思ったから、なんか返事が来たら、みんなになんか、応募してみて出ませんかって言われたんだけど、どうするって言えばいいかなと思ってたから、応募することは別に一人で勝手にやったんだけど。そう。やっぱりね、いろいろ経験にもなるし練習にもなるからさ。まだ、のぴたちはド新人ですので、まだだって、今月で半年か。もう半年か、早いね。そう、軽めのノリでやったんだよ。だって大体、のぴ大体そういう感じなんだよね。とりあえずやってみて、先まで進んだらその時に考えるみたいな。その時に考えるって感じだから、なんか応募して、なんか結構割とすぐ簡単に応募できちゃうものはすぐ応募しちゃうタイプなんだよね。だってさ、それはなんか、そんなに時間かかんないからパッてやっちゃって、で、受かったりとか返事来なかったらまあいいや、そんな時間かかんなかったし、返事来たら、大喜利ちゃんとします、みたいな。もう半年だよ。早いね、みんな。あっという間だったね。漫画の主人公みたいなこと言ってる。いや。なんかね、応募するのに、なんか、論文を5ページ書いてくださいとかって言われたら、めっちゃね、やるかやらないかは、やることに対してメリットがあるかちゃんと考えるよ。でも、なんか、なんだ ?30 分以内でできるものはやっちゃうかな、大体。早いね。早い。半年、本当に早すぎるよ。もうちょっとね、ゆっくり時間経ってほしい。ちょっとのびも、早すぎて。もうちょっと、新人っていう、新人なのになんか、半年経っちゃったらもうさ、いっぱい他の新人さん出てきちゃうからさ、自分はまだ新人の気分なのにさ、新人じゃなくなってく、みたいな、まあいいや、なんでもいいや。はい、次。次はですね、何したっけな次は、これは明日の配信でもっと詳しく話すけど、夏目さんちとね、初めてお会いして、
そこで先生4人とも初めて会ったんだよね。結構割と早くに、夏目さんちも忙しいから時間スケジュールね開けていただくのでね、日にちが結構早めの時に決まったんだけどそれをねお会いして、その話は明日します。で、あとは何したっけな。そのあとは何したっけな。ちょっと写真をタイムラインとしてみますね。写真をタイムラインとしてみると、メンバーシップの年限のコミュニティ投稿には投稿したんだけど、軽く。家族とおばあちゃんと早めのクリスマスパーティーみたいなのをして、クリスマス当日はさ、配信があったから、やいやい様ギフト5個ありがとうございます。なのでみんなでね、プチクリスマス会をしてね、おばさんがね、すごいいっぱい美味しい料理を作ってくれて、で、そのみんなで食べたギフトじゃない。みんなで食べたギフトじゃない。みんなで食べたケーキのね、写真はね、メンシップの方に載せたんですけど、そう、メンシップにそれ載せて、ね、プチプレゼント交換とかして、その親戚とか、いとこもいたし、あとおばあちゃんもいて、みんなと会うのはね、4年ぶりだったんだけど、すごいね、4年ぶりだったけど、全然なんか、そうでもない感じがして、すごい楽しかった。ちょっと待ってね。how do I... How do I ban someone? Port. Spam. Next. Spam. Next. What the heck? Yeah, broke. Broke. I broke. はい。ツイッチの方にね、スパムみたいなのが来てたので、どうやって消すの？まだね、ツイッチのね、やり方がよくわかってないんだよな。I don't know. どうやって消すの？やり方がわかんない。消えた。消えた。ギフト食べてません。Oh yeah, these bots on Twitch are frequent. いやー、そうそう、ツイッチの方にね、ちょくちょく来るんだよね。しょうがね。これをね、こういうのを通してね、ツイッチのいろいろ操作法をね、慣れていくので。ブロックってつぶやきながらする人いない？先生、ファンレター見てくれましたか？見たよ、ありがとう。送ってくれた方ありがとうございます。2つぐらいね、ちょっとね、ノピ間に合わなくて、ノピが運営さんと会った後に届いたのがあるんだけど、それ以外はね、全部届きました。ありがとうございます。いやー、お手紙ね、読んだ時にね、ツイッターの方にはね、書いたけどね、ちょっとね、うるっときましたね。ありがとうございます。一応ね、これからもね、全然ノピ宛てにね、ファンレターとか、それこそプレゼントとかも送っていただいても全然大丈夫です。ただちょっとね、ノピはね、また、わかんない。もしかしたらいっぱい溜まったら運営さん魔界に送ってくれるかもしんない。いっぱい溜まって、なんか、もう、デスクにいっぱいですみたいな感じだったら送ってくれるかもしれないけど、そこまでならない限りは多分次のピが日本に行くときにね、取りに行くかもしれないんだけど、一応ね、リマインダーとして、食べ物、食品は NG ですので、送っていただいてものっぴたちは、ちょっといただけないので、処分になっちゃうので、せっかくね、選んでいただいたんですけど、NG なので、一応、事務所のポリシー的にダメなので、送るときはちょっとチェックして送っていただけると嬉しいです。はい。そういえば、サイリブロマイドのバースデーグッズ来ましたよ。本当によかった。ありがとう。写真もね、ツイッターの方に載せてる方とかいてね、めっちゃ、無事届いてよかったって思ったんだけど。ギリ間に合わなかったかも。次来るまでにいっぱいレター送ります。ありがとうございます。
ありがとうございます。もう届き出してるんですね。楽しみ。そう。多分、のぴのサイン入りの特典以外の特典がついてない方の、シッピング送料じゃなくて、シッピングシッピングは、もう、大体済んでるはずなんだけど、のぴの、直接ね、サイン書くのが、いつだっけな。あ、クリスマスの配信の時にやったんだ。運営さんと会ったからね、その時に。その時にサインしたから、その後に、送られてるはずだから、配送、そう、配送。配送されてたから、サインでなんとか円にならなかったですか？大丈夫だったよ。いっぱいあったけどね、ほんとびっくりした。なんか、そこそこ結構分厚い束を、運営さんに渡されて、これ全部ですか？って言ったら、はいとか言って、これ全部と思ってめっちゃびっくりした。検証円か。いやでも本当にいっぱい、みんなバースデーグッズ買ってくれたんだなと思ってすごく嬉しかった。でもサインがさ、わかんない。サイン、ブロマイドみたいな、違うわ。ポストカードか。ポストカード持ってる方、持ってる人同士で比べたらわかると思うけど、まだ書き慣れてないから、なんかちょっと、統一性がないというか、そこは申し訳ないなんか、こうね、シャーピーみたいな油性ペンで書いてるからさ、間違えたら直せないわけじゃん。だから、書いて、って思いながらもうこれは無理。もう一枚間違えちゃったから、もう間違えられないって思いながら、微妙にね、間違った人一人か二人いるはず。ごめん。ほんと申し訳ない。あれ、直筆。あれ、なんて言ったのっぴ。直筆って言ってた、また。やばい、直筆いろんな人のサイン見てみんな。そう。いつかね、たくさん書いて書き慣れる日が来てほしいですね。はい。で、クリスマス会やって、その後クリスマス配信だったでしょ？あと、その前かな？その後かな？ちょっと順番覚えてないけど、中華街？横浜中華街に行ったんだよ。写真、まあみんな中華街行ったことある人はね、見たことあると思うけど、のっぺが撮った写真。横浜中華街に行きました。すごいね、天気良くてさ、めっちゃこの青空、ちょっといい感じに雲がさ、あってさ、めっちゃさ、いい天気だった。そう、横浜来てたよ。行ってたよ。中華街行って、ちょっと食べ歩きして、で、クリスマスの時期だったからかわかんないけどさ、やっぱり人めっちゃ多くてびっくりした。あ、これにかぶっちゃった。人がめっちゃいて多かった。チューリップくんいる。ちょっと人が映ってるから隠すためにチューリップくん乗せてるだけだから。But this is the Chinatown in Yokohama. I think it's like one of the most famous Chinatowns in Japan. でもね、食べ歩きして、何食べたっけな？なんか焼き小籠包みたいなの食べたり、あと餃子食べたり。写真撮るのうまい！ありがとうそう。んで、横浜中華街の近くにある赤レンガ？わかる？知ってるかなみんな。まあ、知ってるよね。関東住んでる方は多分大体知ってると思うんだけど、の近くに、赤レンガ倉庫のところでクリスマスマーケットやってたんだよ。で、行こうと思ったんだけど、めちゃくちゃ人いっぱいいてさ、行ったことある人いる？マジで死ぬほど人いてさ、でさ、そんなに遅く行ってないんだよ。結構割と、何時頃に行ったんだろう。開始して、オープンしてから1時間後ぐらいに行ったのにもかかわらず、もうすんごい並んでて、で、200分待ちでーすとかっつって、200分待ちディズニーランドだったよ、完全に。びっくりしちゃった。ニュースになってたの見た。そう、のびも、後から、
次の朝とかにニュースやってて、と思って。そう、だから、もうその2、8分もさ、寒い中でさ、待ってらんないから諦めたんだけどさ、行きたかった。11月の修学旅行で行きました。まあ、11月だったらそんなに混んでないかもね。でもなんかクリスマスの週だったからさ、多分みんな、もう終わっちゃうから早く、終わる前に行こうみたいな感じだったんだと思うんだけど、でもさ、入場料が500円なんだよ。安くない？めちゃくちゃ安くてびっくりしちゃった。安いじゃん、いけると思ったらいけなかった人多すぎて。みんな同じこと考えてる。そう。だからその日は、なんかそのクリスマスマーケットの外に、なんか、無料で入れるなんか、フードトラック、食べ物のトラックみたいなのがさ、並んでるなんかエリアがあって、そこも人多すぎて何も食べずに帰ったわ。中華街だけで食べた。そう。人多すぎたよ。そんでさ、なんかそこのエリアにさ、なんか DJ がいたのね。で音楽流してんだけどさ、クリスマスじゃん。クリスマスの音楽流すと思うじゃん。なのにさ、なんかクラブミュージックみたいなさ、ずんちゃか流しててさ、クリスマスはあれクリスマス風のクラブミュージックすらも流さないんだねと思いながら帰った。絶対さ、あそこに来てた子供たちみんな戸惑ってたよ。なんかさ、イルミネーションはさ、クリスマスっぽくてさ、なんか雰囲気はクリスマスなのにさ、なんかさ、ずんちゃかずっとさ、ずっとクラブミュージックみたいなの流しててさ、なんでって思いながらねんのぴはね、帰った。せめてクリスマス風のクラブミュージックにしてよって思いながらさ、でもさ、1ミリもクリスマスじゃなかった。流れてた時間もあるかも。いや、時間関係ないよ。クリスマスマーケットなんだから、ずっとクリスマスだけの曲やってほしいよ。で、それがすごい、思い出に残ってますね。すんげー並んでて行けなかったのと、クラブミュージックがなぜかずっと流れてたっていうのがすごく、印象に残ってます。はい。はい、じゃあ次次はね、これ全然すぐ終わる話だけど、うわでかあれなんでこれだけすげえでかいの？ダダン初コメダに行ってきた。美味しかった。ずっとコメダコーヒーなんか気になってて、確かね、ファンレターで送ってくれた子で、コメダコーヒーおすすめですって言ってくれてた子もいて、確かなんか、それ読んだ時にはもう行ったのか、行く直前だったのか忘れちゃったんだけど、コメダコーヒー行ってね、定番の小豆とバターのトースト、あと、おばさんと一緒に行ったんだけど、おばさんと一緒に、グラコロ半分こして食べた。美味しかった。So for those of you who don't know what this is a picture from Komeda Coffee. It's a Nagoya, it's a coffee shop from Nagoya, and they're really famous for their azuki bean butter toast. So that's what I had here. そう、やっぱりでかかった。何がでかかった？あ、グラコロ大きかったよ。グラコロ大きかった。あと、グラコロが初グラコロだった。でもさ、グラコロってさ、グラタンコロッケじゃないの？グラタン入ってなかった。Thank you for explaining. いや、パンめっちゃふわふわで美味しい。てか、普通に日本の食パンめっちゃふわふわで美味しいわ。コメダは逆写真詐欺と言われてますから。どういうこと？逆写真詐欺。コロッケの中身がグラタンという設定。コロッケの中身がグラタン？違う、マカロニみたいなのが入ってんじゃないの？マカロニグラタンみたいな。マカロニ入ってなかったよ。
コロッケのそのクリームだけが入ってた。でも美味しかったよ、普通に。ただなんか食べてる時罪悪感半端なかった。だってさ、パンの間にさ、揚げたさ、コロッケが入ってるじゃん。写真より大きめなものが出てくるって言われてる。あ、そういうことか。そういうことか。なるほどね。めっちゃいいじゃん。太っ腹じゃん。あとさ、コメダコーヒーのさ、中の店内の雰囲気めっちゃ好きだった。なんかちょっとレトロな感じ可愛かった。のっぴは、飲み物頼んだ時に、あ、待って。飲み物頼んだのこの桜なんとかなんだけど、これ小豆が入ってるミルクティーみたいなのね。で、そしたら、あんこのさ、トーストもやってて、ダブルあんこじゃんって思って、ちょっと、あんまって思いながら食べてたんだけど、どっちも美味しかったよ、めっちゃ。なんか、グラコロ頼んどいてよかったわ、ちょっとしょっぱいものが来て。のっぴ、今回ののっぴね、日本の旅行で気がついたのは、のっぴは完全に甘いの好きだけど、しょっぱい方が好きだわって思った。なんでもかんでも。なんか、お土産で買ったお菓子とか、自分のために買ったお菓子とかも、なんか、なぜか、なんか、見た目だと甘いものの方が買いがちなんだけど、実際に食べたらしょっぱいものが断然好きなんだよね。そう。小倉、ダブル小倉になっちゃってさ。あんまって思って。でもちゃんとね、お茶の中の小豆も全部飲んだ。食べたよ。美味しかった。でもさ、なんか、魔界では絶対にさ、ないようなメニューだからさ、やっぱ、噛み締めて、食べたり飲んだりした。うんうん。日本に来て気づいたことしょっぱいものが断然好き。そんなのさ、日本行かなくてもわかることなのにね。んで、この日はね、割とそんなに、予定がパンパンじゃなかった日だったから、結構ゆっくりとね、おばさんと、モーニングをしてきて、んで、何したっけその日。なんか美容院行ったのかも。なんかネイルしに行ったのかな確か。でもなんか、覚えてる人いるかわかんないけど、11月ぐらいにしたネイルのが取ってもらった時にすんげえ爪が、傷んじゃって、もう日本いる間も爪がかけまくっちゃったから、せっかく日本にいる間にネイルしてもらったのに、超短いネイルになっちゃって、なんか、短いせいか、わかんないけど、すぐ取れちゃって、で、2回目して帰ってきたんだけど、2回目も大して爪伸びなかったから、今も割と短いネイルだって。それはちょっと残念。まあ短くても可愛いんだけどさ。はい。まあそんな感じで。なんで、この次の日か、この数日後に、みんなとね、エニちゃんが乗せてたお餅つきに行ったんだよね。お餅つき行って、で、その後、動物園、上野動物園にみんなで、もうお腹パンパンだったからさ、散歩がてらにずーっと上野動物園ぐるぐる歩いてた。まあ、それのね、詳細は明日の配信でお話しします。ほんで、クリスマス配信挟んでたでしょほんで、初めての、東海地方っつっても、名古屋、岐阜、三重に旅行に行きました。初めて岐阜と三重に行って、名古屋は、なんか、昔に大阪とか京都とか行った時に、新幹線止まるじゃん。その時に、名古屋の駅だけで、駅の中にあるお店でご飯食べて、またすぐ新幹線乗ったんだけど、それぐらいの程度でだけでしか、名古屋行ったことなかったから、初めての、名古屋と三重と岐阜で、どこ行ったっけな写真あるっけこれ。写真はない。一番最初に行ったのが、すぐ忘れちゃうからちょっと待って、書いたんだ。みんなも行ったことあるそれか、名古屋、三重、岐阜、近いよ、みたいな。そういう。最初に行ったのが三重か。最初に三重に行って、伊勢神宮に行ったの。伊勢神宮ってすごい有名な、神社だよね。名古屋行ったよ。最初に三重に行って、伊
伊勢神宮に行って、お参りして、伊勢神宮ね、綺麗だった。綺麗だったよ。静岡通過しただけなんですが、富士山見えました。あ、新幹線の中から富士山すごく綺麗に見えた。でもね、通路側に座ってなかったから写真撮れなかった。そう。伊勢神宮毎年行きます。あ、そうなの？そう、伊勢神宮行って、お参りして、んで、何したっけ？その伊勢神宮の近くに、なんか、商店街じゃなくてさ、なんかいっぱいお店がある通りあるじゃん。行ったことある人はわかるかもしれないけど、あるんだよね。いっぱい、なんか、商店街みたいなのと、あと普通にご飯屋さんがずらーって並んでる道があるんだよね。おかげ横丁。あ、それかもしれない。それだね。そこにある、あれ、なんだろう。にある、松坂牛専門店なのかはわからないけども、松坂牛専門店かわからないけど、松坂牛の丼食べた。めっちゃ、もう、ちょっと待って、写真あるから。めっちゃうまかった。超ね、美味しかった。めっちゃうまかった。肉寿司はね、くら寿司行った時食べたけどめっちゃ美味しかったの。肉がね、すっごい柔らかくて、とろけるかのようで、これちょっとみんなわかるかな？ズームしたらわかるかな？ここの、それとももしかしていい肉はみんなそうなのかな？なんかここら辺の、ここが、なんか光沢というか、なんか、キラキラしてて、すっごくね、柔らかくてね、美味しかったの。めっちゃ美味しかった。そう、テカってて、めっちゃ。うまかった。ちょっとね、割とね、遅い時間、お昼のピークを完全に過ぎた、もう、なんなら夕方に近いんじゃないかっていう時間に行っちゃったから、なんかそのお店の、一番目玉の料理みたいなのは食べれなかったんだけど、でも、これが残ってて、これなんか普通にシンプルな塩だけで味付けした、肉丼なんていう名前か忘れちゃったけど、めっちゃ美味しかった。Looks tasty. It was so good. It's Matsuzaka Gyu. Matsuzaka beef. It's like one of the top three ranked meat in Japan, I think. そうだよね。なんか、日本の中でもトップ3か5ぐらいに入るぐらいの高級肉でしょ？シンプル好きの人にぴったり。そう。一番素材の味がわかるからね、マジでうまかった。美味しかった。で、とろけちゃうの、肉が。で、これでさ、そんな高くなくて、こんなにクオリティいいのに、こんな安くていいのってめっちゃね、びっくりしちゃった。ほんと日本さ、美味しいご飯が本当にさ、お手軽なさ、価格すぎてさ、マジでさ、魔界帰りたくなかったんだけど。マジでさ、安すぎるのに美味しすぎる。お昼食べたのに飯テロ。あと数枚飯テロありますよ。あと数枚飯テロありますよ。松坂牛は長いこと高級牛。そうだよね。そう。のっぴ初めて高級牛肉食べた。めっちゃ美味しかった。美味しかったです。日本に住んじゃえ。いや、本当に今回の日本旅行でマジで日本住みたい気持ちが上がった。なんか、今までも住みたかったけど、今はさ、なおさらテラメタルのこの活動があるから、日本に住む理由がなお増えたじゃん。だから、よりね、日本に住みたいなってめっちゃ思った。まあ、いつかね、いつかそれが叶う日が来たらいいなと思いつつも。松坂牛はパチモン。松坂牛なの？なんか調べてた時に松坂牛と松阪牛の2つの読み方があったんだけど、なんか同じ
なのか同じじゃないのかよくわかんなかった。そう、でもとりあえずめっちゃ美味しかったです。はい。この、三重の、申し訳ない。伊勢神宮も良かったけど、これの方が勝っちゃった。これの方が勝っちゃいましたね。松阪牛。あ、松阪牛なの？松阪牛でもなくて松阪牛なの？おお。あ、なるほど。松阪牛はじゃあ何なの？同じもの？違うもの？松阪牛が正式な名前。あ、そうなんだ。昔から牛って呼ばれてますけど、それはなんでだろう？読みやすいからかな、それの方が。なんか、のぴは今回、ここに行く前はずっと松坂牛っていう名前は、聞いたことあったような、テレビとかで。Hello, welcome back, teacher. Thank you. I am back. Thank you. We were just talking about the Matsusaka beef that I had for the first time in Mie. It was really good. 昔はみんな松坂牛でしたね。あ、そうなんだ。間違った読み方が浸透してる。なるほどね。松阪牛ってことですね。松阪牛。それの方が確かにちょっと言いにくいけどね。松阪牛の方がなんか言いやすいから、そっちの方が浸透しちゃうのは納得するわ。I looked up the prices. Wow. Yeah, but this was really, really affordable. It was like, I don't remember. ちゃんとした値段覚えてないけど、これで、普通に1600円とかそこら辺だったと思う気がする。I think it was like around 1,600 yen? Like, it's not exactly around there, but somewhere around there. これでって思ったのめっちゃ、もしかしてもうちょっと言ってたかな？ 2000 円言ってたかな？それにしても2000円言ってても全然安い。Even if it was 2,000 yen, that's still cheap. It definitely wasn't, in the 3,000s. 3000円台とかは絶対言ってない。それ以下だった、完全に。そう。だから安くてびっくりしちゃった。多分そんぐらいだったと思う。正直のびは今回の旅行で値段なんて気にせず楽しんでたので円安だからできることだからね。円安じゃなくなったらそんなことできないんだけど魔界だったら普通に30ドルぐらいしてプラスチップでしょ30ドル以上だよ絶対。30ドル以上プラスチップ。旅行なら仕方ない。そうでしょ？そう。魔界高いよ。物価高いし。そう、めっちゃ高かった。2500円ぐらいだった気がする。でも2500でも全然、またお金払って出すよ。3000円以下なんて超安いよ、これで。魔界スタンダードだったら。そう。で、この伊勢神宮行ってここ行った後に、これ名古屋かな？多分名古屋だと思うんだけど、菜花の里って知ってる？菜花の里ってところに行ったの。よいし。いろんなね、イルミネーション、なんかアウトドアのイルミネーションパークみたいなのなんだけど、いろんなイルミネーションのところがあったんだけど、その中でもチューリップ畑があって、いや、これはもう写真撮ってみんなに見せるしかないだろうと思って。チューリップの3色あってめっちゃ綺麗なの。かわいいよね。ここでずっと写真撮ってた、のび。ずっとここで写真撮ってた。もうのびのチューリップ、ブなんでこれたまになんかでっかいやつがいくつかあるの？黄色の角度と。白はね、ちょっと奥すぎたからいい、あれなんだけど。まあ、のぴの色でいくと赤と黄色だから。めっちゃ綺麗だった。もう人がね、死ぬほどいた。まあ、どこ行っても人死ぬほどいたけど、菜花の里も、なんか、もうクリスマスの時期終わったから、そんなに人いないんじゃないって言いながら行ったら全然人いた。なんなら年末、大晦日ちょっと前ぐらいだったんだよ。
だからさ、この時期だったらそんなに人いないんじゃないと思ったらめちゃくちゃ人いてびっくりした。そう、めっちゃ綺麗。チューリップくんが一応ね、ちっちゃいけどね、あそこの建物の中にね、人が映ってるから、ちょっとチューリップくんをで隠して。チューリップくんで隠してるんですが、年末年始の方が多い。あ、そうなのかな。お休みがいっぱいいるかな。Is it the elimination that you visited in the voice pack? Oh, yeah, yeah, yeah. Yes. Oh, wait, no. Actually, in the voice pack, I talked about like not a hologram. Projection mapping. Projection mapping? There actually was here too. Here. でかい。こんなのもあった。なぜかなぜか今回は、なんか、ピラミッドがテーマでなんか、ピラミッドがテーマでさ、なんでかわかんないけど。で、このピラミッドに、なんかエジプトとか砂漠っぽい映像をずっと流してて、ディズニー一本、本物じゃないディズニーの映像も流れてた。謎のピラミッド、そう。だからここのエリア行くと、なんか、砂漠っぽい音楽のテーマが流れてて、みたいな。あれって。本物じゃなくて、なんか、誰かが頑張って描いたのかなみたいな。本物じゃないディズニーが流れてた。アラジンとかが。でも面白かったよ。そう、急にアラビアンミュージックがさ、なんか流れてきてさ、あれこれどこだっけって。でも寒いなーってなりながら。そう。面白かった。ほら、ミッキーさ、そうだ、著作権切れたし。そう。切れたからね。そう、この時はまだだったよ。でも、まだだったよ。だって、1日か31日とかだったでしょ。あれ、いつだっけ忘れちゃった。でも割とまだ最近だったよね。そう。でも、菜花の里は綺麗でしたよ。人いっぱいいたけど。ちょっと人多すぎたけど。なんか、菜花の里ってさ、看板とか見たら、普通に春の時期はちゃんと本物のお花とか咲いてるらしくて、チューリップの、時期もあるらしいんだよね。春に。行きたいってめっちゃ思ったけど、春の時期なんて日本ほぼ行ったことないからあれだけど、そう、近くに住んでる方はぜひ見に行ってください。他にもね、なんか、イルミネーションのキラキラがもうトンネルになってるみたいなエリアとか、あと何があったっけな。なんか、何があったっけ。池があって真ん中に、菜花の里のエリアに、そこにめっちゃなんかイルミネーションでやって、なんか噴水でパーンみたいな。あれこれ違うとこだ。あれやってたはず。1月入ってからだったはあ、10月かそう、でも楽しかったな、バナナ里。チューリップのとこがね、一番のお気に入りでしたね。チューリップのとこ人いっぱいいました。んで、その後には、どこ行ったっけ。そしたら岐阜に行ったんだ、岐阜。岐阜はちょっと写真ないんだけど、岐阜はね、岐阜は、漢字読めない。ちょっと待って、漢字書いたんだけど読めないからちょっと読み方調べるね。どっか小さな神社に行ったんだよね。なんていうの？千代穂稲荷神社。あ、千代穂稲荷神社に行きました。知ってる人いるかな？で、そこの近くになんかちっちゃい商店街も本当になんか地域の人がやってるようなちっちゃい、商店街があって、そういうところものっぴ好きでなんか歩いてて、串カツ食べたり、あれなんだろう、牛すじみたいなやつ、煮込んだやつ食べたり、美味しかった。それ。千代穂稲荷神社
そうに行きました。ここはもうね、ゆっくりブラブラみたいな感じで商店街回って、なんかそこのね商店街に全然関係ないけど、おちよって呼び方もあんのかな。あ、おちょぼ稲荷だ。おちょぼ稲荷って言ってたわ。おちょぼ稲荷。そう。商店街歩いてると、なんかアンパンマンとバイキンマンのね、銅像があったのね、ちっちゃめの。石でちゃんとできてる石のね。そしたらさ、バイキンマンのさ、耳角あるじゃん。あれ、角が片方さ、折れててさ、めっちゃ、硬い石なんだよ。なのにさ、折れててさ、なんであんな風に折れるのボキってっていうのですごい衝撃が起きた印象に残ってます。全然おちょぼ稲荷関係ないけど、角が折れてたバイキンマンがすごく印象的です。子供が角にぶら下がって折っちゃったのかな。いや、それにしても結構頑丈だからそんな簡単に折れるような太さじゃないけどなって思いながら、うわー、バイキンマンかわいそうってで、そういう変なところね、すぐ気になっちゃうんだよね。あれ、数年前ニュースになってたとこがバイキンマンの触覚が盗まれたって。そこだったら面白いんだけど。で、その後に、泊まってたところが名古屋だったから、名古屋に戻って、また高級、しゃぶしゃぶ、高級しゃぶしゃぶを食べたんですね。もう今回のぴ人生で初めてこんなに高級食材を食べました。高級しゃぶしゃぶを食べたんだけど、フグとのコースしゃぶしゃぶみたいなんで、なんか、フグの刺身と、フグの唐揚げが出てきて、フグなんて、あとね、のぴね、今回の日本旅行で完全に刺身克服しました。ツイッターにも書いたっけ？ツイッターにも書いたけど、刺身完全に克服しました。で、フグ初めて食べて、フグのお刺身美味しかった。で、フグの唐揚げ美味しかったんだけど、骨がいっぱい入っててさ、でもね、フグの唐揚げなんかチキンみたいで美味しかった。我々のスパチャ代が肉に。いや、普段はこんなにね、いいもの食べてないから、たまには。そうね、フグのお刺身も思ってたよりも普通に美味しくて、びっくりした。でもね、フグの唐揚げ、骨がね、なんか、8割骨なんじゃないかってぐらい骨がめっちゃ入ってて。で、食べられる2割の肉っていうか魚の、ちゃんと身は美味しかったんだけど、少なかった。なんか毎回、どこ食べても、骨勝てってなって食べれなくて。美味しかったのに、唐揚げにするなら骨取ってほしかったです。マジでさ、鶏肉みたいだったよ。なんでかわかんないけど。そう、骨取れないのかなって思いながら。美味しかった。で、その後にメインのね、しゃぶしゃぶのお肉が来たんだけど、しゃぶしゃぶなんて、4年ぶり以上。前回日本行った時食べてないと思うから、普通に5年とか以上だと思うんだけど、まずしゃぶしゃぶ普段しないじゃん。で、その上なんか普通にメニューには国産牛としか書いてなかったんだけど、めっちゃうまくてびっくりしちゃった。って思って。松阪牛も美味しかったけど、これも松阪牛なんじゃねって思うぐらいめっちゃ美味しくてびっくりしちゃった。そう。で、お会計はすごく怖かったです。数字が本当に怖かった。もうちょっと忘れたんですが。でもすごい美味しかった。すっごい美味しかった。もうね、
あんな高級しゃぶしゃぶはね、もうしばらくは食べれないだろうと思い、忘れないようにね、定期的に思い出してます。あれをね、忘れないように定期的に。数字が怖かった、本当に。って思って。待って。待って。まあ。もう知らないって思いながら。岐阜、でもそのしゃぶしゃぶはね、名古屋で食べた。名古屋。名古屋でました。ドラマ見てたら遅かった。ありがとう。ドラマ何見てたんだろう。旅行だから。そうだよ。旅行だからだよ。旅行だから。そう。うん、そう。そんで、それでくらいで、名古屋、岐阜、三重の旅終わって、ほぼ食べるために。With weak yen and no tipping culture, Japanese restaurants must feel nice. Oh my gosh, it was so nice. It was so nice. Like, whenever I would think, like, oh, 3,000 yen, oh, damn. But, oh, wait. If we change it to USD, it's not that bad. All right, let's just pay this. That's how I was, that was like my mental, that was how I was thinking the entire trip. 思い出はプライスレス。いいこと言うね。そうだよ。思い出はプライスレスだから。名古屋ならひつまぶしじゃないの。ひつまぶし食べようと思ったんだけど、串カツ食べたよ。串カツ。違う、串カツじゃないわ。串カツさっき言ったわ。手羽先食べたよ。ひつまぶし食べようと思ったんだけど、食べなかった。いいよ、くら寿司でうなぎ食べたから。くら寿司と、あと、先生のみんなとご飯食べた時にうなぎ食べたから。いいんだ。うなぎは他のところで食べたから。もうそういう気持ちで、なんか、今日友達と会うときに、どこご飯行くって言われて、なんでもいいよ。これとこれとこれならどれがいいっすか。じゃあ、それだったらまだ日本来てまだ食べてないからそこ、みたいな、そういう感じで選んでたから、全部。くら寿司、美味しかったよ、くら寿司も。くら寿司のうなぎも普通にうまかったです。さっきから情報くら寿司。そう。そんで、あとは何したっけな。で、普通に関東戻って、基本関東にいたから、関東戻って、何したっけな。ここからもランダムで食べたものの紹介します。ここから、待って、一応時系列で書いてたんだ。その後にコンビニの配信があったでしょ？コンビニの配信の話は明日後日もっと細かく話します。で、その後に、その後に、お友達と、昔一緒に住んでたみたいな、ルームメイトだったお友達と、日本に帰っちゃったお友達だけど、焼肉行って、なんだっけ名前、満腹っていう焼肉屋さんランチに行ったんだけど、めっちゃお手頃なのに超うまくて感動しちゃったんだけど、みんなさ、あれがさ、いつでもお昼に食べられるってさ、思ったらマジでさ、羨ましすぎるんだけど。マジで、本当に、いくらだっけ ?1600 円とか以下、1600円、1700円ぐらいなのに、あんなにクオリティ高いランチの焼肉食べられるとかずるい。肉ばっかり食べてない。肉ばっかり食べてる。マジで美味しくてびっくりしちゃった。So I had 焼肉 lunch with a friend, and for like 1,700 yen, they had like one of the most high quality meat ever. For a lunch that was 1,700 yen. It was so cheap, but it was so good. I'm like, that alone makes me want to live in Japan. なんかあれだけのために日本に住みたいって思うぐらい超ずるい。マジでずるい。本当に。あとなんであそこの焼肉屋さんもっと早く知らなかったんだろうってめっちゃ後悔した。次日本行くときはそこ行きます、また。のび先生、肉食女子と。いやー、お肉は美味しいよな。本当に安くてビビった。
そんで、その後に、髪の毛切りに行って、そしたらね、美容師さんにね、のっぴさんの髪の毛は、めっちゃレアな、なんか、10% ぐらいしかいない髪質で、めちゃくちゃなんか、なんか美容師の中ではすごく、なんていう言い方してたっけ、なんかすごく、嬉しい髪質みたいな言い方して言われた。なんか、のっぴの髪の毛は、コテとか、アイロンとか使わずに、ドライヤーの熱だけで髪の毛が、なんかくるくるパーマにしたみたいになるから、そういうのが美容師にとってすごく理想の髪質なんだって。だから、すごい、初めて言われたと思ってめっちゃルンルンで帰った。そう、初めて言われた。わかんない。もしかしたらその美容師さんがね、優しかっただけかもしれないけどね。なんか、でも実際にね、ドライヤーの熱だけで髪の毛くるくるにされてて、あれ？ほんとだ！すごーって思いながら。すごい楽しかった。そう。柔らかい。わかんない。柔らかいのかな？なんか大人になってから髪の毛太くなったんだけどね。そう。私とは逆だわ、羨ましい。うちは極太で量多くて硬くてまっすぐ美容師が泣かせな。美容師泣かせ。のぴのね、お母さんとかはそっち系。のぴの父さんがまっすぐ系で、で、弟がお母さんの、遺伝子で、のぴがお父さんの遺伝子。でも若干ね、最近お母さんの遺伝子出てきてる。抑制毛みたいなのが出てきてて。だからね、成長すると、大人になってくると髪質変わってくる。で、あとは、その後に、先生のみんなでまたお出かけして、それはね、豊洲にある、チームラボプラネッツって知ってるかな？それに行ってきました。のぴが、行きたくてみんなについてきてもらいました。その話はね、もっと明日話します。そんで、あとは、4年ぶりのもんじゃ食べて美味しかった。これはね、全然、みんなとじゃなくて、のっぴの親戚と一緒に行ったりしたんだけど、もんじゃ食べたり、あとは、何食べたっけな？もんじゃってさ、誰がさ、作ろうと思ったんだろうね。あんなさ、見た目がさ、あんまり美味しくないさ、で、あんな風に調理して作ろうってなった人、なんでやろうと思ったんだろうってめっちゃね、不思議に思いながら作ってくれるお姉さんの手さばきを見てた。あとさ、もんじゃってさ、思ってた以上にさ、めっちゃ人気だね。なんか、どこ行ってももんじゃ屋さん、全部いつも並んでて、人がいっぱいいるの。で、もんじゃってそんなに人気な食べ物っていうイメージなかったから、なのにすごい人がいっぱい並んでてびっくりした。のぴが思いつく理由は家でできないっていう理由しか思いつかない。でもだからってあんなに人並ぶのかなって思いながら。美味しいけど、不思議な食べ物だよね。もんじゃはせっかちさんの食べ物のイメージ。そうなの？なんで？せっかちさ、すぐ作れる？まあ確かに。なんか、あえてぐちゃぐちゃぐちゃガチャガチャってやって、伸ばしたら、はい、いつでも食べていいですよ、みたいな感じだから。お好み焼きを失敗して出汁を多く入れすぎたことかららしい。そうなんだ。だから、絶対にお好み焼きともんじゃはセットみたいな感じなのかな。関東でしかないか、確かに関東の名物なんか月島行かなかったけど、月島の近くは通ったわ。もんじゃ食べたことないかも。日本に住んで、どっか関東とかに行かないとないのかな？誰が作んねんってうまい料理を作るのが日本って感じする。食に貪欲。確かに。もんじゃ最初子供のおやつだったと聞いたことがある。
子供のおやつにしてはちょっとなんかすごい手間がかかったおやつじゃない？でも美味しかった。またもんじゃ、2回行っとけばよかったって思うぐらいもんじゃ美味しかった。楽しいよね。食べるのが楽しい。楽しいから、なんか、結構後半帰る数日前に行ったんだよね。もんじゃ、もう一回行っとけばよかったってめっちゃ思った。魔界じゃ本当に絶対食べれない食べ物の中のトップだからさ、もんじゃなんて。だから、もう一回行っとけばよかったってめっちゃ思った。でもね、もんじゃ屋さんとか絶対魔界はね、人気出ないと思うんだ。だってあの見た目だから。美味しいのにね。美味しいのに。あとはね、写真が残ってるじゃん。これは、みんな知ってるというか、よく行く人は、なんでこんな写真撮るのって思うかもしれないけど、なんでこんな写真撮るんですかって思うかもしれないけど、でかい。ファミレスでパフェ食べた。ファミレスでパフェ食べた。美味しかった。これどこのファミレスかわかる人いるかな？左が抹茶のなんか抹茶パフェで、右がその期間限定でやってる蜜なんだっけ、さつまいものやつ。さつまいもなんだっけ、なんだっけ、蜜なんだっけなんだっけ蜜芋、それか違う？蜜芋パフェ？蜜芋って言わない？なんか蜂蜜の蜜にさつまいもみたいな。あるじゃん。日本、あるじゃん。みんなの方が詳しいでしょ？合ってます。合ってるそうのパフェ。のぴは抹茶の方食べたんだけど。友達が友達に、のびさ、どっちも食べたいからさ、つって頼んでくれないつって。相手の子はさ、日本に住んでる子だからいいよ、つって一緒にシェアしてもらったんだけど。そう、美味しかった。そうでさ、蜜芋の方のさ、ちゃんとさ、上に乗っかってるのもさつまいもだけど、中に入ってるところもちゃんとさつまいものめっちゃ味してびっくりした。すごっ。めっちゃちゃんとさつまいもじゃんって思って。オラ抹茶は濃い色してる。そう。ここの抹茶のアイス美味しかった。美味しかった。もう一個ね、違うカフェで抹茶パフェ頼んだの。その写真はないんだけど、そこの抹茶パフェの抹茶のアイスはね、微妙だった。ここはデニーズだ。デニーズです。デニーズの抹茶パフェの抹茶のアイスはちゃんと味濃くて美味しかった。いや、どうしてもね、なんかもう抹茶パフェ食べたじゃんって自分の中で言い聞かせてるんだけど、なんかどうしてもすぐ抹茶パフェになっちゃうんだよね。こんなピー。そう、美味しかった。美味しかったよ。何気に、初めてじゃないわ。でも初めて日本のデニーズは初めて行った。Do you speak Spanish? I do not speak Spanish. No habla español. I can only speak English and Japanese. そう、デニーズ美味しかった。魔界にもね、デニーズあるんだけど、魔界の、なんでもかんでも、魔界の会社を日本に持っていくと、日本はオリジナルの100倍すごくうまくすることが上手だから、日本なら行くんだけど、魔界のデニーズが、なんか、デニーズ行こうみたいなことにはならないわけよ。だから、日本行っても、デニーズ行こうなんて気持ちにならないわけね。でも珍しく、なんか、ファミレス
1個行きたいなと思って、行きました。Yes, I can speak English too, but I mostly stream in Japanese, but I do read English comics as well. そう、魔界、デニーズって多分魔界のファミレスだよ。We're talking about my Japan trip that I just came back from. そんなに違うよ。そんなに違うんだよ。だってさ、セブンイレブン、もうコンビニ、もうだってさ、セブンイレブンもローソンも魔界の、もともとは魔界の会社なんだよ。でもそれがなんか独立したのかよくわかんないけど、日本のやつは。日本のは日本ので別になったんだけど、名前は同じなんだよ。待って、ローソンはもう魔界にはないかもしれないけど、もともとは多分、魔界の会社なんだよ。マジで、ねえ、もうコンビニ持ってきて、こっちに。こっちに同じようなコンビニ1個だけでいいから持ってきて。セブンでも、ローソンでも、ファミマでも、ミニストップでも、ニューデイズでも、どれでもいいから、一つだけ持ってきて、本当に。本当にもう。なんで？一会社ってことです。一社だけでいいから持ってきて。本当にクオリティの、いや、日本のクオリティの半分だけでもいい。半分だけでもいいから、クオリティに、近づけたものを、魔界に持ってきたら絶対売れるから。絶対もう大儲けできるから。誰か持ってきて。もう本当に。日本クオリティ難しいよね。本当に難しい。でも魔界クオリティ、魔界のセブンとか日本のセブンを比べたらもう天と地の差なんですよ。そのね、人間界レベルでいいから持ってきてほしい。天と地じゃなくて天と地獄です。間違えました。地だったら人間界ですね。天と地獄の差なので、人間界のレベルでいいので持ってきてください。いや、本当に。コンビニのね、ものはね、配信で食べたじゃん。配信以外でもね、もちろんね、ちょこちょこ、なんか、コンビニが近くにあって、お腹空いたなとか、なんか、なんか食べたいなとか、なんか買って帰りたいなとかって思ったら買ってたんだけど、魔界は地獄です。そうです。魔界のセブンは地獄です。ていうか、魔界のセブンイレブンとか魔界のコンビニは、スーパーと変わらないの。スーパーの商品の、1% の商品だけを置いたみたいな、そんなだけ。それ以外は、ホットフードみたいなのあるけど、あんなの、ごめんなさい、やめます。やめます。やめます。はい、じゃあ次行きましょう。あともう一個思い出に残ってるのが、ここはたまたま見つけたところなんだけど、フルーツパーラーで合ってるかな日本語で。くさーくさーめっちゃヘルシーそうなくさーじゃないです。メインはそこじゃないんです。見てください、皆さん。この綺麗な断面を。見てください綺麗な断面をIt was a pleasure. I'll stop by here when I learn more Japanese. For now, I don't understand everything, but I'll try to see you later. No worries. Sorry about that. I do have English subs if you wanted to read them, but no problem. Thank you for stopping by. フルーツサンド、初めてフルーツサンド食べた。This was my first fruit sandwich ever. 美味しかった。めっちゃ綺麗で、
そのフルーツパーラーに、ここ行ったの午前中だったの。なんか普通に歩いてて、なんか、そのお店の前に、結構大家族が並んでたのね。で、オープン前からこんな、並んでる？それもこれ、1日だったね、1日。1日で、11時ぐらいかな。12時ぐらい。まあ、そこがオープンだったから多分お昼だったんだけど、オープン前の1日に大家族が並んでて、なんだあれはと思って、近くに行ったらフルーツパーラーで、美味しそうって、こんな並んで、オープン前から並ぶほどだからうまいんだろうって思って行って、美味しかったんだよ。で、これめっちゃ安かったんだよ。いくらだっけな、忘れちゃった。でもこんな量なのに、こんな値段？マジチップ渡していいんですよってぐらい、すんごい安かったの。いくらだか忘れちゃった。普通にこれモーニングでお茶も紅茶もねついてきたの。ちょっと右上にうっすら見えると思うんだけど、確かこの紅茶入れてので普通に2000円もしなかった気がする。1500円とかそんぐらいだった気がする。500円？500円は安すぎるだろ。安すぎるでしょ。待って、ノビの感覚間違ってんの？これに1500円ってさ、普通なの？日本。忘れるくらい安かったの。もう、値段をね、気にしてなかったので、忘れたというか、覚えてない。1500円だと、おい、マジで。もう日本住みたい。これが1500円妥当なの、日本。はぁ？妥当なの？フルーツって日本高いでしょ？だからさ、普通にもっと高い。いや、待って、アメリカだったらもっと高いんだよ、絶対に。違う。魔界。みんなが妥当って言ってショックすぎて間違えちゃったじゃんか。日本に住みたいよ。日本に住みたい。まあ、とりあえずですね、パフェもあったんですよ。超でっかいフルーツてんこ盛りのパフェとかもあったのね。でも、まだ11時とか12時になるぐらいっていうぐらいの時間帯だったの。だから、なんか周り見ても誰もパフェ頼んでないし、一人だけね、パフェ頼んでる人がいたんだけど、明らかにパフェのために来ましたみたいな人が一人だけいたんだけど、それ以外誰一人もパフェ頼んでないから、のびひよっちゃって、フルーツサンドにしたんだけど。まあ、フルーツサンドも十分美味しかったんだけど、パフェ食べとけばよかったってめっちゃ後悔してる。でも美味しかった。初めてのフルーツサンド美味しかった。で、日本のさ、フルーツってちゃんと甘いんだよ。マカロのフルーツは甘くないのとかいっぱいあるから。だからのび普段からそんなにフルーツ食べないんだけどさ、食べた方がいいんだけど、なんか、あんまりなんか食べててうまーみたいな気持ちにならないからさ、あんま食べないんだよね。でもさ、日本のフルーツはさ、ケーキに乗ってるさ、ただのイチゴさえめちゃくちゃ甘いやん。今回さ、クリスマスケーキ2つ食べたんだよ。おばさんたちと一緒にやったクリスマスパーティーと、クリスマス配信でやったクリスマスケーキの、両方ともイチゴがめちゃくちゃ甘いんだよ。甘くないフルーツ乗ってあるの。甘いは甘いんだけど、なんか違うの。なんか、美味しいとはならない甘さなの。なんか水っぽい甘いみたいな。旅行者なら何頼んでもおかしくないですよ。そうだけどさ、そんなのさ、周りの人わかんないじゃん。てか、周りの人気にしてないと思うけど、なんか、のぴはなんか、ここは、この時間帯から、パフェ頼んでいいのかなって思いながらずっとキョロキョロして、誰も頼んでなくて、のぴが頼んだ後に、パフェ頼んだ人が来ちゃって、パフェ頼んどけばよかったってめっちゃ思ったの。なんかこの時間、オープンの時間はまだパフェやってないのかな？でも、メニューに書いてないし、でもなんか、
頼んで、あ、今パフェやってないんですとかって言われたら恥ずかしいからと思って、モーニングのフルーツサンドにしたの。でも、そう、だからね、うん。まあ、とりあえず美味しかったです。はい。次日本行ったら、気負らずに、フルーツのパフェを食べたいと思います。今回は抹茶のパフェしか食べてないので、フルーツのパフェ食べたいです。はい、次。次はですね、まあもう帰る話だわ。空港の話。空港はね、羽田空港を使ったんだけど、みんな羽田空港を使ったことある人いるとか行ったことある人いる？全然、旅行者じゃなくても、行けるエリアがいっぱいあるんだよ、羽田空港って広くて、ご飯屋さんもめちゃくちゃあって。で、羽田空港の、ターミナル3、ターミナル3に行かないと来れないんだけど、ターミナル3にはこんなね、日本橋みたいなのがあって、で、奥に行くと、ちょっと見えにくいけど、この、奥には、なんか、日本の古い建物みたいな見た目にした、お店がいっぱいあるんだよ。レストランとか、お土産屋さんとか。だからもう完全に観光客が大好きそうな感じの見た目の場所なんだよ。で、ここは、ターミナル3、そう、国際線、そうそうそう。国際線なんだけど、旅行者じゃなくても、別にここまでは来れるんだよ。そう、空港設備すごいよね。そう、すごいの。そう、ぜひね、羽田空港にね、近く住んでるよとか、行けるよって人はぜひ行ってみてください。なんか、羽田空港のなんとかガーデンなんとかっていうエリアがあって、ターミナル3の隣にくっついてるね。そこもお店がいっぱいあったり、あとはなんか、温泉みたいのまでもあるんだよ。だから旅行者が、待ち時間が長いと温泉みたいな。でも全然そこも普通の人も入れる。まあね、用事がないといかないよね、普通ね。でもそこの、お店も、ご飯屋さんもすごい美味しいところいっぱいあるし、結構なんか、日本ではどうかわかんないけど、その海外の SNS で日本旅行行った方がいいですみたいなお店取り上げるときに結構羽田空港にあるレストランとか取り上げられるんだよね。なんとかガーデン何もわかんない。羽田ターミナル3ガーデンってやったら出てくる。出てくる。そう。だから、観光客は多分、ここに行きたいからのために羽田空港にする人も全然いると思う。のびも実際に、する時もあるし、あと普通に成田がちょっと遠いっていうのもあるな。あと成田空港ってなんもないイメージ。なんか羽田のこれを見ちゃってから、成田使いたくないって思っちゃう。んで、そのなんとかガーデンっていうところのエリアに、親子丼専門店があるんですよ。なんか名古屋の鶏肉と卵を使った、親子丼屋さん、うお、でかい。これもでかい。親子丼屋さんがあって、親子丼、見てこれ。綺麗な卵、綺麗な卵。美味しかった。のぴね、今回日本旅行でね、一番食べた料理親子丼。一番つっても3回親子丼食べました。1回目は中府の親子丼、もう1個、2回目はどっかのフードコートにあった親子丼専門店の親子丼で、3つ目がこれ。親子丼だけは何回もリピートした。めっちゃ美味しかった。これが羽田空港のところにありました。名古屋の鶏肉と卵を使ってるらしい。美味しかったです。そう、美味しかった。またこれのために羽田空港使いたい。次羽田空港行ったらまたここ行きたい。羽田空港さ、のっぴさ、いっぱい何回も使ってたのに、そのなんとかガーデンっていうのがあるの知らなくて、わかんない。もしかしたら最近できたばっかりのとこなんかもしんないけど、
そのなんとかガーデンのとこにめっちゃいっぱいいろんなご飯屋さんがあって、いやもう絶対次日本行く時も羽田使って他の店行こうって決めました。つまり名古屋でも食べられる。多分食べられるよ。羽田空港親子丼って調べたら多分一発で出てくるよ、この店の名前。名前ちょっと覚えてないけど。名古屋コーチン、それ。これです。なんとかガーデンです。ぜひ、皆さん、羽田行くときあったら行ってみてください。なんかコンサートみたいな、あと、あれもあった。プラネタリウムみたいなのもあったよ。だから普通にね、遊びに行くのにもいいかもしれない。近くに住んでる人は。でもあそこの近くに住んでる人ってあんまいなそう。どうなんだろう。あとね、なんとね、延べね、普通に飛行機のチケットは、普通にエコノミーなんですよ、そのね、一般人なので。エコノミーを、買ったんですけど、チケットが。でも、チェックインするときにね、お姉さんに、エコノミーの席、オーバーブックって何日本語で。オーバーブックよく飛行機ってさ、よくさ、席の量をさ、席の数以上にさ、チケット売っちゃうじゃん。それのせいで、エコノミーの席がもうパンパンなので、無料でアップグレードしますので、アップグレードしてもいいですかとか言われて、いいですよと思って、1個上ぐらいだと思ったの。そしたら、プレミアムエコノミーまでアップグレードしてもらっちゃって、満席、そう。ね、めっちゃ初めてすっごい広い席に座って帰ってきた。そう、めっちゃラッキーだった。そう、めっちゃラッキーで、エコノミー以外で座ったことないから、めっちゃテンション上がって、席がまず、すっごい広くて、で、そしたらご飯出てくるじゃん。国際線とかだと、お皿がさ、ちゃんとしたさ、ちゃんとしたガラスちゃんとした皿に出てくるんだよ、ご飯が皿って。ちゃんとしたお皿に出てくるんだよ。エコノミーとかで飛行機乗ったことある人わかると思うけど、なんか、こう、使い捨ての入れ物とかじゃなくて、ちゃんとしたお店に出てくるのお皿に出てくるんだよ、ご飯が。めっちゃテンション上がっちゃった。でさ、フォークとナイフも、使い捨てのプラスチックのナイフとフォークとかじゃなくて、ちゃんとした鉄のフォークとかスプーンとかナイフとかが、ナプキンに、高級料レストランのナプキンみたいなのにも巻いてきて、めっちゃ興奮した。そう。先にチェックしてたらそのままエコノミーになってたのかなわかんない。でもめっちゃラッキーだった。めっちゃね、興奮しました。楽しかったっていうか、帰りのフライトがちょっとだけマシになった。だってね、なかなかないよ。だって、確かファーストクラスプレミアム、でも、わかんない。ファーストクラスだったかな一番上の。とりあえず上から2番目のクラスだった。で、その後にもう1個あって、で、その次にノピがオリジナル、もともと買ってたチケット。だからノピ一番下だったんだよ。下から2番目に上がった。4番目から2番目に上がったんだよ。だから、アップグレードしますって言った時に、わかりましたって言われて、3番目ぐらいに上がるのかなと思ってたんだよ。3番目は、席の広さがちょびっと広くなるぐらいで、そんな大して変わんないんだよ。ぶっちゃけるとお金はめっちゃ変わるくせに。でも2番まで行くと思わなかったから、めっちゃね、すごくね、ラッキーでした。はい。そう、最後まで満喫できた旅行だったのよ。そう、めちゃくちゃラッキーでした。で、ご飯もね、そう、ご飯もちゃんとしたお皿にも出てくる上に、毎回ね、ケーキみたいなデザートが出てくるの。エコノミーのデザートって、なんかビスケット、なんかスーパーで買うようなビスケットみたいなとか、そんなレベルなのに、なんか、おしゃれな見た目のケーキがついてきて、味は、別としてケーキが夜ご飯は抹茶ケーキと、で、夜ご飯はチョコレートケーキが来て、って思って、そこについてるイチゴも日本からのイチゴだろうからめっちゃ甘くて美味しかった。そう。味は別だけど、飛行機の、食べ物だから。
わかんない。もしかしたら、なんかよく、前聞いたことあるのが、なんか飛行機だと、なんか空に飛んでるから、味覚が、なんか、地上にいる時と変わるから、なおさら飛行機の料理って美味しくないってよく言うっていうの聞いたことあるから、もしかしたら地上で食べてたら超美味しいケーキだったかもしれない。わかんない。機能食は高度で味変わるから。あ、やっぱそうなんだ。やっぱそうなんだ。そう。いちごでも美味しかったよ。いちごはね、きっと地上で食べてたらもっと倍以上甘かったんだろうなって思うぐらい美味しかった。そう。美味しかったです。とても楽しかったです。楽しかったっていうか、うん。満足できました。最後のね、フライトはね。帰る時のね、帰る時のでさ、もう帰りたくないよ、日本まだいたいよ、まだしたいこともあるし、食べたいこともあるし、やっときたいこといっぱいあるのに、これから10時間もずっと飛行機に乗って足パンパンになって、頭痛くなって、で、時差ボケで帰るのかっていう気持ちなのにさ、めっちゃ広い席でさ、なんかご飯もなんか普通よりさ、ちょっといい感じだとちょっとさ、マシになるよね。5倍ぐらいマシになりました。普段の帰りのフライトよりも。いっぱい喋った。久しぶりにこの喋ったわ。めっちゃ憂鬱で笑った。それぐらいになるってば、未だに伸びジャパンロスだから。まだ伸びジャパンロスだから。もう定期的に日本で撮った写真見てさ、これ美味しかったな、そういえばここ行きたかったな、みたいなのずっと思ってるから。長いでしょ ?10 時間ぐらい長いよ。どんだけ普段が悪いんだよ。いや、悪いわけじゃないんだけど、やっぱり旅行っていうのもあるし、あとさ、安いしご飯が、安いしうまいし、そうだ、そういえばくら寿司も行ったわ。くら寿司も行った。おばあちゃんとくら寿司行った。I feel like with every year the food in the planes get worse. Glad you had a different experience. Yeah, I think it was only because I got that free upgrade. I can't... Honestly, after that upgrade, I do not want to go back to economy. I'm gonna be so depressed when I go back to economy. 最後までくら寿司。くら寿司楽しかった。だってさ、やっぱ楽しいんだって。メニューでさ、いっぱいさ、頼んだらいっぱい来てくれるのが楽しいんだって。頼む、システム。あとさ、今回日本行ってびっくりしたことが、そのさ、お店に行った時に、なんか、バーコード、QR コードみたいなのスキャンして、スマホでオーダーするっていうシステムあるじゃん。あれめっちゃ、と思って。何このシステムめっちゃいいと思った。I flow low cost, I understand your pain. I know, right? Us peasants. We needそのシステム超めっちゃ便利でさ、めっちゃ楽しかった。いや一番楽しかったのはやっぱくら寿司なんだよ。くら寿司ってさ、自分が好きなのさ、一品ずつだからすぐ来るじゃん。普通のお店とかはさ、なんか結構、新しいの、オーダーするのにラグっていうか間が空くじゃん。だからポンポン頼めないじゃん。でもくら寿司はさ、お寿司だからさ、一口食べたらポン、はい次みたいな感じじゃん。だからさ、いっぱい調子乗ってめっちゃ頼んじゃったんだよ。で、来る時もさ、シューンって来るじゃん、上のバーで。それが楽しくてしょうがなくてさ。ビッくらポンは当たりました。ビッくらポンはね、なんかめっちゃ、4回ぐらい回せるよとか出てきたけど、2回だけやって、これかと思っててやめた。コロナ後から増えました。なるほどね。そうなんだ。いや、でもシステムめっちゃいいと思う。居酒屋とか行ってもそうだったし、店員さんもきっと楽だよね。やめた。いや、もうだってさ、さすがにノブこんな赤ちゃんじゃないからさ、いらないわと思って。持って帰ったって意味ないなと思ってさ。だから、
最近の回転寿司は割とそんな感じですよね。楽しかった。で、なんかお友達と行った居酒屋とか、そういうお店も大体そういうシステムでさ、めっちゃ便利。でも、スマホに電池ない人はマジでかわいそうと思った。だからあのシステムやるならどこの居酒屋にどこのお店にも、モバイルバッテリーみたいなやつ、無料で置いた方がいいなって思った。だってのっぴさ、のっぴの今の携帯、バッテリーの、減り具合がマジでやばいのかわかんないけど、すぐ減っちゃうの。でも、夕方頃には 30% とかなってるから、やばいってなって。そう。怖かった。で、モバイルバッテリーみたいなの持ってきても、それでも帰る頃には、20% しかないから、あ、やばい、電車の行き方スクショして、それだけでも、帰るまで持ってくれって思いながら帰ってた。モバイルバッテリーで途中でチャージしてもすぐなくなっちゃうの。それはやばかった。30% でやばくて、だって 30% から結構さ、ギリギリまで行くのに早いじゃん。いろいろ使っちゃってたら。だからもう携帯触んないで行けたらいけるけど、あと行くところが全部遠かったんだよ、のぴ。おばさんもおばあちゃんもちょっと田舎の方に住んでるからさ、帰りがさ、まあ、そこそこ時間があるんですよ、電車で。だからさ、渋谷とか行っても帰りが長いから、帰るのかって思いながら。携帯持ってくれるよねって思いながら、電車の中でさ、携帯いじりながら帰れないんだよ。だって 20% ぐらいしかないからさ、そんないじってる間にさ、充電切れちゃったらさ、最悪じゃん。帰れないよ。次の乗り換え何かわかんないよ。あちこちでコンセント探さなくて、持ち歩いてたんだけどね、モバイルバッテリー。でもそれもね、すぐね、消費しちゃうんだ。なんでかわかります。そう、楽しかったね。あと何がびっくりしたかな。何がびっくりした？やっぱりそのシステムが一番びっくりだったな。あと普通になんかあんまり現金使わなくなって、それはもうね、なんかいろんな人の話を聞いてて、知ってたんだけど、本当に現金ほぼ使わなかった。ネットプリントした時ぐらいでは現金使ったの。そのために現金下ろしたって言ってもいいからね。街中に貸し出しバッテリーとかなかったです。あったよ。でもやり方さ、わかんないからさ、なんか、我慢した。まあ、携帯触んなければいいだけのことだったから。ネップリ用の現金、本当に。だって、それ以外全部ほぼ、でもなんかその商店街、三重とか岐阜、どっちだっけ？岐阜の商店街はさすがに、現金だった気がする。もしかしてカードいけたっけな？でもほぼ、本当に、小銭触ってたのは、ネップリ用ぐらい。あれ登録必要じゃないの？イラストを載せる側は多分登録必要だけど、プリントする側は登録一切必要ないよ。あれ登録とかしなきゃなので、それでも消費しちゃうんです。そうなんだ。こんにちは。こんにちは。ニーハオさん。三平さん。あれだ。V 発掘の企画の時にイラスト描いてくださったイラストレーターさん。ではみんな見てくれてる方覚えてるかな？こんにちは。ありがとうございます。イラスト。今ちょっとイラストの方がちょっと違うパソコンに入ってるので、ちょっと今日出そうかなと思ってたんですけど、パソコンが違うのに入ってるので、でも大切に使わさせていただきます。いや、本当に、イラスト見たとき、かわいい、あれってもらえるのかなってめっちゃ思ってて、最後の方に、終わった後にメテオさんが、皆さん、それぞれ配りますよって聞いたとき、うわ、やったーと思って、なので、ほんと、ありがとうございます。可愛く描いていただいて。いやー、久しぶりにこんな喋った。マジで旅行中はさ、普通の会話しかしないからさ、
久しぶりに喋ったわ。なんかあれ思い出すわ。のぴがさ、デビューした頃ってさ、やっぱ話慣れてないからさ、喉すぐ潰してたじゃん。なんかその感じが戻ってきちゃってるわ。やばい。明日、声大丈夫かな明日大丈夫かな。明日咳めっちゃしながら喋ってそう。ちょっとやばいぞ、こりゃ。あのイラストめっちゃ可愛かった。そう、で、動くやつもいただいてるから、あれをね、配信画面に載せるの楽しみです。久々そう、20日間ぐらいね、やっぱ配信者って喉強いんだなって思った。てか思う。今、Now で思ってます。やっぱね、最初はね、のぴの喉はね、マジで弱々だったからね。半年間かけて、そこそこの普通のレベルに持ち上げたのが、20日間で戻ってしまった。だってさ、やっぱ配信で話すときって声でかく話すじゃん。なんか、なんだ。4人で遊んでた時も、まあ、これも詳しく明日話すけど、多分4人の中で一番テンション低いというか、一番なんか、本当にあなた配信者ですかみたいな感じで聞かれそうなの、4人の中で一番普通っぽいののびだよ。3人ともさ、結構普通の、普段の配信のテンションでやるのに、のっぴだけマジで、は同じ人みたいな。まあね、街中でね、こんなテンションやってたらめっちゃ目立っちゃうしさ、うるせえってなるから、さすがにさ、しないけど、テンション上がった時はね、普段でもこんな感じなんだけど、まあ、配信してないところでもこのテンションはね、やってたらね、うるさい人になっちゃうから。ボイトレの効果はないですね。ないですね。オンオフとのギャップが大きい。なんか、話す内容とか、性格は変わんないんだけど、喋り方だけ変わるね。やっぱりね。やっぱり喋り方だけ変わりますね、だいぶ、多分。なんか普段は、だってなんか、口そんな動かせない。あとさ、日本にいる間さ、日本語しか喋んないじゃん。日本語しか喋んないから、なんか日本語って英語よりも口動かさなくていいから、なんかその口をあんまり動かさなくていいのになりすぎちゃって、英語が、スムーズに出なくなっちゃってる。だからマジで英語オンリー配信ちょっとやらないと。つまり3人はうるさい。いや、うるさくはないんだけど、なんか、まあ、3人とももちろんね、配信よりちょびっとだけトーンダウンしてるよ。だって配信の感じをずっと外でやってたら、どう見ても目立つから。でも、なんか、例えば配信が 100% だったら、3人は、のぴから見ては、70、80くらいだと思うんだけど、のぴは普通に40ぐらいに下がってたと思うんだけど、わかんない。完全に自分の個人的な意見だけど、これは。もしかしたら、3人から見たらのぴもそんな変わってないのかもしれないけど、わかんない。寝起きのぴちゃんの感じですかね。でも寝起きのぴも配信だから頑張って、あれぐらいにしてんだよ。完全な寝起きだったらもっとマジで死にそうみたいな声してるから多分。Another month there and you might forget English. Seriously though, like there was a English speaker at the airport. There was like a Japanese person that was trying to explain stuff to the English speaker, and I was like, okay, I'll just cause she didn't understand what the person was saying, so I tried to explain what he was saying to her, and then I was like, wait, hold on, was I able to speak normally? I'm pretty sure my first few words didn't make sense. 一瞬オフ出してみます。無理。もうね、のぴの中だとね、配信始めちゃうともうスイッチがあるから、もう普通がわかんなくなっちゃう。普通がわかんない。あとなんか、例えばのぴの、両親とかが一緒にいないと無理。なんか両親がいても配信じゃない場面じゃないと出ないと思う。もうスイッチが入っちゃってるから。そう、だからね。別にね、なんかめちゃくちゃ作ってるつもりではないんだけど、やっぱり配信向けに
話してはいる。だってさ、そんなさ、なんか死にそうなさ、なんかさ、つまんねえさ、喋り方のび聞きたくないでしょ。あ、なんかもう一個話そうと思ったんだけど、なんだっけな、忘れちゃった。あれなんだっけ。なんか日本の話、あれ写真見たら思い出すかな。なんだっけな。あ、そうそうそう。今、写真とかのレベルじゃないわ。今、Now で使ってるわ。日本で買った、一番、まあ、そんなに物買ってないんだよ。お土産、その、お菓子みたいなお土産とか、人にあげるね、お菓子とか、まあ、いろいろ買ったんだけど、なんか自分のためにはそんなにいろいろ買ってないのね。で、唯一、2つだけ買ったんだ。2つだけ買ったもので、一番お気に入りなのが、一つは2024年のワンピースカレンダーを買いました。ワンピースのおっきい、コミック、ポスターみたいなおっきいカレンダーあるじゃん。毎年出してる。あれを2024年の買ってさっき配信前に、まだ開けてなかったから開けてみたんだけど、いやー、今年のね、普段は、表紙みたいな、表紙のページと、1ページごとに2月入ってるんだけど、だから、合計で7ページあるのね。でも今回は、9ページ待って、持ってくる。ちょっと待って。8ページ入ってて、お得なんだよ。8ページ入ってるの。で、一番最初の、だから普段7ページしかないのが、8ページも入ってて、で、一番最後に入ってるページが、一番最後のページが、映画レッド、ワンピースフィルムレッドのイラストで、めっちゃかっこいいの。そう。だから飾るの楽しみ。あとは、もう一個買ったのが、今着てるんだけど、ドンキで売ってた、動けるこたつみたいな名前の商品なんだけど、買ったの。で、寒いからさ、さっきのびも配信の最初の方にさ、寒いって言ってたじゃん、家の中が。で、それをずっと着てたの、今もう配信中にね。で、なんか、これさ、オーバーオールみたいな形なんだよ。だから腕は全然ね、出てるんだよ。だから、そんな暖かくないんじゃないかなと思ったんだけど、全然ね、配信中ずっと座ってて、着てたんだけど、めっちゃ高い。まあ、めっちゃっていうか、ないよりは全然、100倍増し。だから、まだ今日使い始めて、初めての日だけど、いい感じでめっちゃ満足してます。ネットニュースで見た。あ、そうなの？なんかモバイルバッテリーをつなげるの。モバイルバッテリーをつなげるから、こう持ち運びっていうか、この毛布を着たまま結構うろうろできて重くもないから、モバイルバッテリーなんてちっちゃいじゃん。で、それで、一応モバイルバッテリーが多分パンパンに充電されてれば、長時間あったかい。そう。で、なんかお腹周りと、まあ一応これなんか長さ調節できるんだけど、座っちゃったらお腹周りぐらいになるんだけど、お腹周りと太もも周りぐらいまであったかいのがあって、ね、毛布みたいに体に巻きつけられるんだけど、普通にジッパーを外して普通の毛布みたいにも使えるしっていうらしいんだけど、今のところ買っといてよかった。ドンキで安売りだったんだよ。だから買っといてよかった。のび先生こんにちは。美味しそう。あ、美味しそうでしょう。空港で食べた親子丼です。そう。あと他になんか大して何も買ってないんだよね。何買ったっけな。他に買ってないな。あ、ネップリ用のそのアルバム買ったでしょ ?100 均で。あとは何か。これぐらいなんだよね、本当に。対して、なんかこれっていうもの買ってないんだよ。うん。
今回は完全になんか物に対しての物欲よりも食欲とかあといろんな人と会うっていうのが優先だったから、めっちゃいろんなしばらく会えなかった人と、あともちろん今回はじめまして、まあ一応初めて会った人もいたしね。食費と交通費にめちゃくちゃ使いましためちゃくちゃ食費と交通費にお金を使いました7、8割ご飯の思い出でしたね。まあね、日本に旅行するってなったらそうなっちゃうよね。いや、マジでだって、みんなはまあ日本に住んでるからあんまり回ってこないと思うけど、海外のインフルエンサー、旅行インフルエンサーみたいな人いるじゃん。旅行インフルエンサーが日本を取り上げる動画ってマジで7割、8割食べ物だから。マジで、日本はその、昔の建物とかがあって綺麗ですごい素敵な国だけども、食べ物がやっぱりすごいから、多分誰に聞いても日本の食べ物はうまいし、安いし、すごいって言うと思う。だからのっぴだけじゃないから。もう。クオリティが日本の食べ物は安いのにクオリティが高いめちゃくちゃ。っていうのですごく観光客の間では、好評夢だと思う。日本人は食に貪欲ですから、いいことだ。いいことだ。けどそれをもうちょっと海外にも広げてほしいな。広げてほしいな。そんで、広げてもいいけど、バカ高くしないでほしいな。美味しいはよく聞くけど、安いは意外だった意外だったかも。あ、本当に？いや、安いよ。あと今はね、円安ですから。なおさら安いですね。寿司、天ぷら、お好み焼き。いっぱいね、ありますから、美味しいものが。いやー、あとさ、のぴさ、これ、英語のアプリなんだけど、Wander っていうね、違う、Wanderlog っていうね、旅行アプリみたいなんで、自分が行きたいお店とか場所とかを登録したら、マップに登録できて、で、その旅行してる時に自分がいる場所の近くになんか自分が登録したところが見れるみたいなので、めっちゃくちゃリサーチしてめちゃくちゃ登録したのにもかかわらず一回も使わなかったし、そこに登録したお店で行ったのって羽田空港のここだけで他全然使うチャンスがなかったのね。だから次日本行った時はこの登録したお店羽田以外のところ行きたいなと思います。いつまで親子丼だって話が終わったんだもん。買わなかったの。めっちゃ時間かけてさ登録したのにさ。あとね、先生たちとスカイツリーも行ったんだよ。その豊洲のやつ行った後にスカイツリー行ったんだけど、そのスカイツリーのみんな行ったことあるかわかんないけど、空町にもね、親子丼専門店があって、のぴ4年前とかにずっと日本よく年に1回ぐらい行ってた時は、空町毎回日本行くたびに行ってたんだよ。なんか、友達とどこで遊ぶっつったら、なんか、空町行こうよとか何でもあるから、何でもあるっていうかいろいろあるから、空町マジで、4年前までの時はめちゃくちゃ行ってて、なのに毎回、親子丼専門店そこ行きたいなーって思ってても行けてなくて、だから次日本行った時はそこ行きたい。あそこのね、親子丼専門店の親子丼も美味しそうなんだよ、写真から見る感じ。
あとさ、空町のそのもんじゃ屋さんも超並んでたし、あと空町にあったね、中華みたいな餃子屋さんも超美味しそうなんだよ、毎回ね、横通るたびに。なんでも並ばないいや、いろいろあるんだよ。なんか、こう、お店もいっぱいあるし、ご飯屋さんもいっぱいあるし、洋服屋さんもあるし、雑貨屋さんみたいなのもあるし、みたいな。そう。いやーもう本当に時間があっという間だった。時間が本当にあっという間でした。疲れた。いっぱい喋った。あ、もう10時じゃん。10時やん。2時間経った。2時間経ちましたね。ちょっと喉がやばいです。まあ明日も配信します。明日はその、今日ずっと言ってたように、テララテラ学園の先生と遊んだことをもっとより詳しく話したり、あと一応写真もね、その時のための、その時に撮った写真も数枚、風景みたいな写真ばっかりだけど、あるのでぜひね、見に来てください。あっという間でしたね。あっという間でしたね。早いね。明日は、今日より1時間早いかな？なので、ぜひね、テラメタラ学園の先生たちとのね、定々な話が聞きたい方は、見に来てください。はい。In the end, it was a food focused Zatsu as usual. I mean, if it's a Japan trip Zatsu, there's no way I'm not gonna talk about food. Right? 喉を大事にしてください。ありがとうありがとうありがとうございます。明日の配信のサムネ作らなきゃ。そんなこと言われたら、行かざるを得ないじゃん。それを狙ってますよ。まあでもあるかな、いっぱい定々な話。なんかこれしたよ、あれしたよ、こんな感じだったよ、みたいな話ばっかりになるけど。まあ十分定々なんじゃねえでしょうか。はい。じゃあ、今日も久しぶりに配信来てくれてありがとうございます。またね、普通に今日からはね、通常なスケジュール。ちょっと今年はね、もしかしたらちょっといろいろと去年よりは、活動の内容を変えていくかもしれないので、ちょびっとだけ変わるかもしれないけど、でもね、普通に定期的に配信とか動画やらなんやら上がっていくので、スケジュールの方をチェックしてくれると嬉しいです。はい。じゃあ今日も皆さん見てくれてありがとうございます。Thank you guys for watching. Oh, let's see if there's anyone we can raid. We need to do that. レイドできる方いるかな？ Let's see. The food looked very delicious indeed. Thanks for the stream. Nope, see you tomorrow. Thank you for coming. Thank you for coming. Let's see. あ、猫ちゃん配信してるじゃん。猫ちゃんに行きましょう。で、よし。じゃあ、猫ちゃんにレイドして終わりましょう。じゃあ、have a magical rest of your day and I will see you guys tomorrow. おつのびでした。バイバーイ。